ジェットブラック純正のミラネーゼループ、セルラーに関してはこれが結構違って、センサーの丸みっていうのも40時間ぐらいは。どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら Apple Watch シリーズ10のジェットブラック、そしてミラネーゼループ、これ買ってから3ヶ月経ったので、実際にシリーズ9から買い替えてどうだったのか、シリーズ9と比較しながらレビューの方をしていきたいと思います。早速チェックしていきましょう。左側がシリーズ9、右側がシリーズ10になります。何が変わったのかチェックしていきましょう。まずは大型化と薄型化。今回画面の大きさがこちら 41mm から 42mm に、大型のモデルは 45mm から 46mm に、両方とも 1mm ずつ大きくなりました。で、画面 1mm 大きくなったぐらいで全然変わんないでしょって思ってたんですけども、これが結構違って、例えばね、僕が普段使ってるワークアウトとか、動画じゃちょっと分かりづらいかな。文字とかアイコンが少し大きくなって結構ね、数値以上に見やすく感じます。あとこれ、今回ジェットブラック購入したんですけども、そのせいかね、ベゼルがかなり薄くなったような印象がありますね。数値的には変わってないっぽいです。という感じで画面が大きくなりました。続いて薄さですね。今までのこの Apple Watch シリーズ9、これ 10.7mm で、結構ね、Apple Watch 使ってる方で気になる人多いと思うんですけども、ここのセンサーの部分、これが結構丸まってて、Apple Watch 自体のフィット感っていうのがね、普通の腕時計と比べて少し悪かったんですけども、今回 9.7mm ということで 1mm薄くなりました。ここのセンサーの丸みっていうのもなんか若干抑えられてる感じがするんですよね。なので腕へのフィット感っていうのが上がりました。これね、結構嬉しいポイントですね。で、実際にね、この2つ比べてどのぐらい大きさが違うのかというと、この Apple Watch シリーズ9のここの画面の部分、これが約 1mm ぐらいなので、この画面がなくなったよみたいな、そんな感じの薄さの違いですね。つける時にね、結構違いは僕は感じます。続いて今回画面両方とも OLED なんですけども、視野角が変わりました。今までのこの Apple Watch シリーズ9っていうのはちょっと横向くと少し暗くなってたんですけども、今回はね、高視野角になってるので、傾けたとしても、ほら、これ分かりやすいね、これ。ほら、輝度がほとんど変わんない。ここからちょっと暗くなってくるかなって感じ。結構ね、この高視野角っていうのが変わりました。ただ、横から見ることはあんまないので、僕はここの違いあんまり感じてないですね。で、最大輝度、両方ともこれ2000になってるんですけども、これが両方の最高輝度になります。これね、肉眼で見ると圧倒的にシリーズ10の方が明るいんですよね。なので、輝度は上がってないって書いてあるんですけども、上がってる気がします。なので、輝度が明るくなったのも結構嬉しい。懐中電灯よく使う人とかだと結構違いがわかるかもっていう感じで、あと心拍センサーとか、睡眠のトラッキングのセンサーとか、そういったものなんか変わってるみたいなイベントで言ってたような気がするんですけども、今ホームページ見てみるとセンサー類特に変わってるとかは書いてないので同じかもしれません。ワークアウトとかね、実際に心拍数とか消費カロリーとか測ってみたんですけども、心拍数とかほぼほぼ一緒だったので、センサー精度っていうのも今まで通り高くなってます。あと睡眠時無呼吸は最新の OS にすればシリーズ9でも睡眠時無呼吸の検知っていうのはできるようになりました。これは9からですね。8だとできません。なのでこれも両方できるし、これ意外と知らない人多いと思うんですけども、 Apple Watch って今まではここのボタンを押してこの月のマークを押して睡眠モード、こちらをオンにしないと睡眠のトラッキングっていうのはしてくれなかったんですけども、 Apple Watch 最新版にすることによって睡眠モードにしなくても自動的に睡眠トラッキングしてくれるようになりました。これは9でもできたし10でもできたので、全デバイスできるのかな。もしかしたら9からで8、7とかはできない可能性もあります。これはちょっとね、知ってる人いたらコメント欄で教えてください。皮膚音検知はこの月のマークから睡眠モードにしないとトラッキングしてくれないので、そこだけ注意っていう感じです。で、続いてね、こっちの Apple Watch シリーズ10の新機能としては 6m までの水深計、そして水温センサーを搭載しました。専用のアプリがあって、これ水の中に入ると自動的に起動して、こんな感じで水深が見れたり、あとはここ水の温度っていうのをチェックすることができます。風呂の温度とか、あとは温泉の温度っていうのをここでチェックできるので、これね、結構面白いなと思ってます。なのでこういった水の温度、あとはスイミングするとか、そういった人は今回のこのシリーズ10結構嬉しい進化だと思います。で、加えてこれ 6m まで防水機能っていうのも対応しました。今までのやつもそこそこあったと思うんですけども、さらに強化されたっていう感じですね。続いてチップも今回進化してて、 S9 チップから S10 チップに進化してます。実際にどのぐらい違うのかチェックしていきましょう。バイタルでいいかな。
ほぼほぼ一緒。なんかね、そんなに変わんないですね。なので、まあ、チップ性能っていうのは、全然どっちでもいいと思います。特に僕は、アプリ起動早くなったとかっていうのは感じてません。まあ、っていうかね、もともとこの Apple Watch に関してはそんなにアプリ起動すること少ないので、僕は正直ね、Apple Watch 7とか8とか、まあ、その辺のものでも全然困ることはないと思います。続いて気になるバッテリーの持ちに関しては、両方とも18時間なんですけども、これ劣化してたっていうのもあるかと思うんですけども、Apple Watch シリーズ10の方がちょっと長くなってるような気はします。こっち Apple Watch シリーズ10に関しては僕は常時表示ディスプレイオフにしてるんですけども、常時表示をオフにすることによってかなりバッテリーの持ち伸びます。で、明るさも最低にしてますね。なのでバッテリーの持ちっていうのは1日は余裕で持って40時間ぐらいは持ってると思います。36から40時間ぐらい。なのでバッテリーの持ち優先させたいっていう人は SE とか買うよりこういった常時表示ディスプレイ対応してるものを買って常時表示をオフにするっていう使い方も結構いいと思います。なのでバッテリー1日で切れちゃうとかそういったのは起きてないですね。これどうなんだろう。Apple Watch 使ってる人どのぐらいの頻度でなくなってるのかよかったら教えてください。という感じでバッテリー持ちに関してはもう全然問題なし。まあ欲を言えばこう3日とか持ってほしい感じはありますね。で、続いて今回シリーズ10大きな特徴としては高速充電がさらに速くなりました。もちろんシリーズ9が45分で 0% から 80% まで充電できたのに対してこっちが30分で 0% から 80% になりました。で、実際に充電速度測ってみました。7% から両方スタートして10分間充電して 29% と 35%。もう10分の時点で 6% 違います。20分の時点で 45% と 64%。19% の差。で、30分経つと 62% と 83%。21% も充電の速度が上がってます。これかなり嬉しい。で、今回使った充電器に関してはアンカーのモデルになっているので、純正以外でも Apple Watch の充電速度っていうのは速くなってました。ただ 80% から 100% に関してはあんまり変わんない感じだったので、バッテリーが少ない状態から充電するときは速くなるっていう感じです。で、そしてカラバリですね。カラバリ結構変わっていて、今までのシリーズ9がミッドナイト、スターライト、シルバー、ピンク、レッド5色展開だったのが、今回ジェットブラックとローズゴールド、シルバーの3色展開になりました。で、あと Wi-Fi とか Bluetooth の通信規格っていうのは特に変わってなくて、Wi-Fi 4と Bluetooth 5.3 になってます。という感じの差ですね。このジェットブラックがかっこよすぎるんだよね。今までのアルミモデル、まあこれもそうなんですけども、アルミモデルはね、こう高級感っていうのはやっぱなくて、ちょっとね、安っぽいっていうか、アルミモデルなんだなっていう感じはあったんですよね。まあこのね、ステンレスのバンドと比べると結構違いわかると思います。で、それに対して今回のこのね、ジェットブラックに関しては本当にステンレスモデルとほぼほぼ同じ見た目になってる。もうかなり高級感あります。これめちゃめちゃ買ってよかったですね。もうこの色だけのために買い替えるって言っても全然いいレベルで、しかもねこれステンレスじゃなくてアルミなので重さ自体も軽いです。で、結構僕ねぶつけたりしがちなんですけども、今のところ特に塗装が剥がれたりしてないですね。なので今回ねこのアルミのこのジェットブラックっていうのがかなり狙い目な色になってます。迷ったらもうジェットブラック買っておけば OK で、今回のモデル在庫の関係上久しぶりにセルラーモデルの Apple Watch 買ったんですけども、セルラーに関してはやっぱり必要はないかなっていう感じはします。セルラーでも通信できるので、まあ僕はね楽天の月額500円で使ってるんですけども、例えばねスマホと今ペアリングしてるんですけども、この状態で LINE とかの通知来たり LINE こっちで返せたりします。で LINE はしっかりと Apple Watch でログインされてる状態なんですけども、このペアリング解除する前に LINE もしっかりログインしてることを確認します。でその状態で例えば温泉行くとかランニング行くとかになってスマートフォンとペアリングが外れました。そうなった時に LINE にログインしようとするとログインっていう画面になってメッセージが見れなかったり送れなかったりするんですよね。結構調べた感じいろんな人起きてるっぽくて、LINE 側ね早く修正してほしいんですけど、それのせいでこのセルラーのメリットっていうのはほぼほぼ感じられてないですね。本当にもう連絡できるか運っていう感じになってます。これもね対策方法あったらよかったら教えてください。多分ね見た感じないような気がします。なのでその点でねセルラーはちょっとやっぱり微妙かなっていう感じはありますね。あと必要になる時がほぼほぼないので、迷ったらこっちの GPS モデルでいいと思います。確か1万円ぐらい価格差あるので。でそう今までセルラーモデルはここに赤いリングがついてたんですけども、それが今回なくなってます。もしかしたら9の時でなくなってたのかも。で今回ねこれかなり重要なんですけども、僕今までね500円のミラネーゼループのパチモノ付けやすさとかはめちゃめちゃいいです。こうやってすぐに腕につけられるのが良くて使ってたんですけども、唯一の弱点としてねこれニットとかタオルとかあと枕カバーとかにめちゃめちゃ引っかかるんですよね。なのでそれだけがね唯一欠点だったんですけども、今回ね久しぶりにこちらの純正のミラネーゼループを買いました。こっち500円でこっちが確か8000円から1万2000円ぐらいだった気がします。やっぱり純正なだけ価値あります。タオルとか枕カバーとか引っかからないです。セーターはちょっとまだ着てないけどかなりね引っかか
かり具合が違いますね。横のね、このザラザラ感もね、そんなに変わんない気がするんですけど、引っかからなさはね、全然違うので、Apple Watch バンド迷ったらこのミラネーゼループがかなりおすすめです。まあ、ちょっとね、値段は高いので、Amazon とかで偽物をまずは買ってみて、付け心地とか便利だなって思ったら、この純正を買うっていう流れがかなりいいと思います。まあ、あとは、こう Apple Store で買えばね、2週間までだったら合わないなと思ったら返品できるんで、まあ、そういった試し方もいいと思います。いやー、このミラネーゼループとこのジェットブラックの組み合わせはね、めちゃめちゃおすすめですね。ちなみにこのバンドはスレートだったかな。若干ね、こんな感じで、ちょっと色は違うんですけども、まあ、遠くから見るとね、全然わかんないですよね。いや、かなりかっこいい。もう、アクセサリーとしてもね、こう、ちょっといいし、つけやすい、外しやすい。そう、あとなんといってもこのいいところは、防水っていうか、こう、水を弾く素材になってるので、風呂にこのままポチャンってやって、出たとしてもいけるっていう。布のバンドとかだと、もう水に濡らせないので、まあ、こういったね、普段の生活でもできる、風呂にも入れるっていう、このミラネーゼループがかなり万能だと思います。iFace のバンドもちょっと買ってみたので、これ近々レビューします。という感じで、この Apple Watch シリーズ10に関してはめちゃめちゃ買ってよかったなと思ってます。ということシリーズ9から買い替えるのでも全然いいと思うし、まあ古い Apple Watch 使ってる方に関しては今回画面も大型化して薄くなって水温センサーとかついて充電速度もさらに上がったので、買い替えのタイミングとしてはめちゃめちゃいいと思います。まあ Apple Watch ってね、あんまりね、進化していかないものなので、この進化幅っていうのは今回かなり大きいと思います。まあなので今回の Apple Watch シリーズ10迷ってる人は買ってみるといいと思います。ぜひこのジェットブラック買ってみてください。ということで今回 Apple Watch シリーズ10と9の比較レビューでした。バイバイ。